ご法前の方の準備が整いましたら、委員長片山署に合図をお願いいたします。はい、声聞こえますでしょうか。はい、お願いいたします。よろしくお願いいたします。お題目参照、はい、じゃあお題目参照からよろしくお願いいたします。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。よろしくお願いいたします。本日は皆様お忙しい中、時間を割いていただきまして本当にありがとうございます。山中上人には遠い日本から、足を運んでいただきまして、倉田上人、田中上人にも配信のチェックなど昨日もいろいろとお世話になりました。こうやって皆様のおかげで、このような機会を与えていただきまして、こうやって、オンラインで、日本の皆様と、通ずることができるっていうことに本当に心より感謝しております。本当にありがとうございます。私は岡山県一心寺宗徒の片山明庵と申します。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。本日3点ほどお話をさせていただきたいと思っております。まず1点目にこのお寺が建った経緯、バックグラウンドについてどのような願いが思いが込められているのかっていうお話と、第2点目に実際こちらでどのような活動をさせていただいているのか、3点の活動について、最後にまず一心寺部員の特殊性、次にブッダガヤの独自性、そしてその魅力、最後に今後の展望について少しお話をさせていただけたらと思います。まず第1点目で、この一心寺引導部員は師匠である岡山県の一心寺の中島明恵法爾が命がけで日本からインドへと海外仏の祖である日時上人の足跡をつなぎ、釈尊浄土お釈迦様のお悟りの聖地ブダガヤに建立しましたお寺であります。そんな日時上人、そして師匠の願いが込められた一心寺部員に私は駐在させていただいております。このインドの地にお釈迦様の故郷であるこのインドの地でお題目が広がるようにと活動させていただいております。また仏教の原点であるこのお釈迦様のお悟りの聖地、ブダガヤには現在100か寺以上の各国寺院が存在しますが、日本のお寺は4か寺で、そのうち日蓮宗としてはこちら一心寺分院唯一のただ一つのお寺となります。まず日蓮お上人の勧行八万章の中に天竺国をば合衆国と申すは仏の出現したもうべきななり、不相国をば日本国と申す兄聖人でたまわざらん、月は西より東に向かえり、合衆の仏法の東へ流るべきそうなり、日は東より西へいる、日本の仏法の合衆へ帰るべき追そうなり、うんぬんと続いてまいります。ここに現れているように、お釈迦様が生まれられた、法を広めた、られたインドから中国を経由して日本へと仏教が伝来されて、日本が仏教国になって、今度はこの末法の時代、日本からインドに向けて太陽が東から昇って西へ沈んでいくようにとお釈迦様に法恩感謝の気持ちを込めて、お戻しするっていうふうに、日蓮上人が勧行八万章の中で、述べられていて、その六老僧のお弟子さんの中の蓮華アジャリ日時上人が、海外布教の先駆者祖師っていうふうに言われるんですけど、お寺のこの祭壇の中では中央に
蓮華あざり日蓮上人の像が安置されています。これは、見えますでしょうか。緑の部分が荒波を指していて、船で貝を漕いで、北海道から単身で渡って天竺を目指されて、法華経光線流布を志して日本から、単身で、出られたこの日蓮上人のお姿を像にしたものになります。この日蓮お上人の祭典開教の思いを引き継ぎ、生還なき大陸へと旅立たれた日蓮上人、そして、志半ばで日蓮上人が、千家寺というところで中国で亡くなられたと言われていますので、無念な思いが残ったところを師匠が日本からインドまでと、日蓮上人の足跡をつなぐ旅というのを企画されて、